こんにちは、ぼうこママです。子供6人を育てる母です。これからフェリーに乗って北海道に向かいます。一緒に行くはずだった夫は仕事で行けなくなり、母1人、子供6人の旅。今回は北海道の美味しいグルメを味わいながら8泊9日車中泊で旅をする動画です。最後に9日間の北海道旅行にかかった旅費も公開するので、ぜひ最後までご覧ください。台風の影響で茨城の大洗港からの船が欠航となり、仙台港から北海道の苫小牧港まで向かいます。車を預けたら船内へ。船内はホテルのような豪華さです。すごいね。めっちゃ広い。私たちの乗った石狩号の客室はベッドが置いてあるリッチな個室や2段ベッドの部屋、和室の大部屋などいろんな客室のタイプがあります。泊まるのは577号室。すごいね。たくさん2段ベッドあるでしょ。私たちが予約したのは下から2番目のグレード B 寝台の2段ベッドタイプです。私は末っ子と一緒のベッドでしたが、十分な広さで寝心地も良さそうです。船内にはゲームセンターなどもあって楽しく過ごせそうです。展望台浴場もあって海を見ながらお風呂に浸かることもできました。夕食は船内にあるバイキングにします。大人は2300円、子供は1200円です。仙台の B 級グルメ、麻婆焼きそばや船内で手作りされた枝豆豆腐など種類も豊富です。フェリーなら運転をしなくてもいいので、ビールを飲んで美味しいご飯を食べて最高です。子供たちもバイキングを満喫できたようです。晩ご飯の後は船内でのお楽しみイベント。この日はプロのミュージシャンによるピアノの演奏でした。仙台から苫小牧まで約15時間半の長旅です。この日は台風の影響でかなり船内が揺れています。危ない。あれ？どこ行った？2段ベッドのある大部屋ですが、この日乗っていたのは我が家だけだったので気を使わずに済みました。おやすみ。夜9時、明日に備えて早めに寝ます。おやすみなさい。朝だよ。おはよう。朝だよ。外見てごらん。すごい綺麗だよ、海が。おやすみ。すごいね。後で外行こうか。うん。昨日は夜7時半の出発だったので、ほとんど海が見えなかったんですが、ようやく海を見ることができました。6月ですが、外はなかなかの寒さで、暖を持ってきてよかったです。少しでも景色のいいところにと思って船の先頭に来たところ、びっくりするぐらいの荒れようでした。寒すぎたので船に戻ります。昨晩は船がかなり揺れて船酔いをした子もいたので、朝ごはんはバイキングにせずに喫茶に頼みます。夜あれ。卵かけご飯セット。あとはモーニングセットがある。ママ、これ何？ドレッシング。当たってた思い出そう。どういうやつな？どこにあるの？
シロップじゃない？だいぶ北海道に近づいてきたね。到着の11時まで時間があったのでカラオケルームに来ました。船の中にカラオケルームがあるなんてびっくり。1時間1部屋借りて1100円で楽しめました。北海道が見えてきました。飛行機に比べたらフェリーは時間がかかりますが、その時間をゆっくり楽しむ。なかなか良かったです。さて、ようやく北海道に到着。ここからは我が家の車、ハイエースに乗って北海道を回ります。最初に向かうのは苫小牧港から車で約40分。視聴者さんに教えていただいた恵庭市にあるエコリン村。エコリン村は広さ約150ヘクタールを誇る自然体験型のエコテーマパーク。広大な牧場ではたくさんの羊が放牧されています。あ、これ羊の毛なの？かわいい羊さん。園内にはギネス世界記録にも認定された巨大なトマトの木があります。この一つの茎から広がって2025年には2万3000個のトマトが取れたようで、これはすごすぎます。園内で採れたトマトはジュースなどの加工品として楽しめます。トマトチップスとトマトジュース買ってみたよ。トマトジュースどうかね？美味しい。はい、飲みたい人。はい。いいじゃない。トマトを噛んでなんか汁みたいなのが出た。その味。そのまんまじゃん。ママには食べたい。これ食べたい。子どもたちの希望でクラフト体験をすることに。園内で育てた羊の毛でできた羊毛フェルトでマスコットが作れるようです。目はね、後でね。羊毛フェルトをしない子たちにもこんな楽しい遊び場がありました。細い針で羊毛フェルトをチクチクしてマスコットを作ります。かれこれ2時間くらいひたすらチクチクしてかわいいマスコットの完成です。あっという間に夕方。朝も昼も外食だったので、夜は車の中で北海道の B 級グルメ豚丼を作ります。お米は炊飯器で炊いておきました。豚肉は北海道産のどさんこ麦豚。お肉を焼いてタレを絡めるだけの簡単ご飯です。車中泊は洗い物ができないので、お椀にはラップをして汚さないように使います。ご飯を食べたら車の中で就寝です。カニがいっぱいいる。2日目は札幌市にある中央卸売市場に来ました。子どもたちは初めての動くカニにびっくり。思ったよりみんな静かだ。ザラザラしてる。店主のご厚意で茹でたカニを食べやすいように切っていただきました。この大きさのズワイガニで1杯2700円ほど。子どもたちカニカマはよく食べるんですが、こんな立派なカニを食べるのは初めてです。
ズワイガニだよ。なんか味噌が入ってる。カニ売り場の店主におすすめしていただき、海鮮丼の人気店ドンヘベイに来ました。その日仕入れた北海道の海の幸を贅沢に味わうことができます。こんな贅沢なお子様ランチ見たことないかも。これでなんと980円でした。すごいね。マグロサーモン丼だっけ？6色丼も豪華だね。私はちょっと贅沢に海の幸が8種類乗った特選札幌朝市丼上にしました。海産は美味しいよ。ラーメンね。はいはい。ママご飯食べられない。まあ。中トロは脂が乗ってとろける美味しさです。今まで食べた中で一番美味しい海鮮丼かも。最高に贅沢なお昼ご飯でした。ウニ美味しい。いや、北海道のウニ美味しいよ。お醤油も美味しいよね、やっぱね。札幌から少し北に車を走らせてロイズの工場見学にやってきました。雨が降っているので室内で楽しめる工場見学は本当にありがたいです。チョコレートを作っている工程を見学できます。子どもたちは人ではなくロボットがチョコレートを作っていることにびっくりしたみたいです。楽しくて何時間でも見ていられます。すごいね。ロボット賢いじゃん。めっちゃ速い。500円でこれ。ここからチョコレートについて学べる有料のコーナー。お見せできないのは残念ですが、かなり楽しく学べたのでおすすめです。最後はやっぱりロイズのソフトクリーム。ミルク味もあったんですが、ロイズのチョコを使ったチョコレートソフトクリームにしました。雨は降っているし、6月なのに外はなかなかの寒さです。江別市にある北の玉浦という天然温泉に来ました。大人500円、子供150円という安さで天然温泉が楽しめるということで、地元のお客さんでいっぱいでした。疲れていたので温泉にある食堂でご飯です。北海道名物のラーメンサラダはその名の通り、ラーメンの麺とサラダを組み合わせたご当地グルメです。娘が選んだのは北海道を代表するご当地グルメ、ジンギスカン定食。初めてのジンギスカンに娘も大満足の様子です。夜は子供たちと明日の作戦会議です。この日は札幌市の隣、江別 RV パークに泊まりました。北海道に来て3日目、空はまだ曇っていますが、ようやく雨が上がりました。RV パークとは車中泊専用の施設のこと。一般的な駐車場とは違って安心して車中泊ができるように電源設備や24時間利用可能なトイレ、車中泊ではどうしても出るゴミなども処理してくれます。我が家の車は10人乗りのハイエース。寝るときはベッドキットを置いて2段ベッドにしています。面倒なんですが、車を走らせるときはみんなの席を確保しなくちゃいけないので、ベッドを片付けます。ここ降りてくれるかな、じゃあ。ここ片付けたいの。マットを外したらフレームも片付けます。
これどこよ？この中？うん、その下。あいちゃん、ここにさ、寝袋ちょうだい。寝袋。できる？上に。うん、硬いから。ようやくベッドの片付けが終わりました。6月の平日ということもあり、RV パークに泊まっているのは数台ぐらい。結構空いていました。車には走りながら充電するバッテリーを置いています。車の中でも安全にご飯が炊けるように炊飯器を持ってきました。道の駅はキャンプ行為は禁止なんですが、RV パークなら椅子やテーブルを広げて簡単なご飯作りならできます。今日は梅じそおにぎり。やった。明日。もうちょっと強めて。なんか風が強いから。朝ごはんはおにぎりにウインナー、味噌を溶かすだけの簡単味噌汁です。車中泊ってどうしても外食が続くので、節約のためにも朝ごはんはこんな感じで簡単なものを作るようにしています。ここの RV パークの管理人さんの計らいで、ご飯を食べるなら景色がいいところがいいよと場所を移動しました。大自然の中、のんびり朝ごはん、最高です。たまった洗濯物を片付けにコインランドリーにやってきました。普段毎日洗濯はしているけれど大変なので、多少汚れても気にせずという感じです。自分の洗濯物は自分で畳んでもらいます。自分の洗濯物畳んでね。明日は旭山動物園に行く予定なので、江別市から旭川市へと約1時間ほど車を走らせます。お昼ご飯にやってきたのは北海道を代表するスープカレーの人気店、奥芝商店。本場のスープカレーが食べてみたかったんです。古民家のような昔の佇まいも素敵です。これなんかスープカレーがさ、北海道は有名なんだよ。カレーを選んだらスープはエビかチキンスープを選んで、その後は辛さを選んでご飯の量、トッピングもできるみたい。いっぱいトッピングもあるね。ちょっと。チキンカレーだよね。うん、一番です。娘は定番のチキンカレー、息子はベーコンカレ美味しそう。辛さに。ー、私はチキンと旬の野菜カレチキンカレー。これ旬のチキンカレー。これ野菜カレー。ー、さらりとしたスパイシーなスープに大きくカットされた揚げ野菜に骨付きチキンが入った北海道ならではのカレー料理です。見て、チキンめっちゃでかい。でっか。すごいよ。ねえ、お野菜もお肉も大きい。北海道の郷土料理でもある鶏の唐揚げ、ザンギも注文しました。うまっ。うん。これは半分。ママ、これは半分でしょ。唐揚げと違う？うん。次にやってきたのは旭川市科学館サイパル。実際に触れて遊びながら科学の不思議を学ぶことができる体験型の科学館です。これすごくないですか？宇宙飛行士の訓練を体験しているんです。ここは楽しすぎて閉館まで遊び尽くしました。帰りにやってきたのは北海道民に愛されるコンビニセイコーマートです。せっかくなので探索してきます。アイス買ってきた
イエーイ。ね、なんかね、北海道のアイスクリームあったよ。一人っ子。一人っ子。イエーイ。北海道メロンもなか、かぼちゃもなか、好きなの選んでくだ北海道小豆あとね、北海道牛乳、北海道ぶどうバーに北海道マスカップ、ハスカップだ北海道ハスカップ。セイコーマートには北海道の名産品を使ったアイスがたくさん置いていました。大丸乳品は北海道産の牛乳や農産物を使ってセイコーマートで販売されるオリジナルアイスを数多く製造しているようです。ほうきびいいよ、好きなの取って。じゃあね、俺はね、メロン。どうメロン？美味しい。メロンのお腹。メロン。旭山動物園近くの道の駅。朝の気温は 10.7 度。冷え込む朝です。大きいベビーカーは車に積めないので、コンパクトになるベビーカーを新調しました。さあ、あーちゃんベビーカー乗ろっか。北海道旅行で子供たちが一番楽しみにしていた場所、旭山動物園にやってきました。開園時間の9時半に合わせて入園です。ペンギンが頭上を泳ぐトンネルに子供たちは大興奮。ママ撮るよ。かわいいかわいい。かわいい、近づいてきた。かわいい。かわいいね、近づいてきた。見て、森にいたらめっちゃ怖かったよ。ね森にいるよ。続いてやってきたのはアザラシカ。あー、来た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 。すごーい。見て、そこに。旭山動物園の人気者、ホッキョクグマにも会うことができました。旭山動物園は園内も広くて一日中遊べそうです。お昼ご飯は旭山動物園内にあるレストランに来ました。ジンギスカンカレーにジンギスカンうどん、ジンギスカンもある。ジンギスカン定食、ジンギスカンラーメンだって。レストランは高台にあって旭山市内を一望できます。アザラシにかたどったご飯がかわいいお子様カレー、動物のポストカードがつきます。私はジンギスカン定食にしました。タレが染み込んだジンギスカン、ご飯がどんどん進む北海道ならではの味わいです。おいしい。子供たちはこのポストカードが欲しくてみんなお子様ランチにしていました。お昼ご飯を食べた後も園内を巡り旭山動物園をたっぷり楽しみました。次は名物のペンギンの散歩が見られる冬の旭山動物園にも来てみたいです。すごい景色が綺麗。旭山動物園を満喫した後に向かったのは旭川屈指の絶景スポット、終日の丘。北海道らしい雄大な景色を一望できます。アップダウンの続く道はまるでジェットコースターのよう。車を走らせるだけでも北海道の大自然を感じられる人気のドライブスポットです。すごいね、北海道だね。これぞ北海道じゃないすごいね。これ何？なんだろうこれ。いいね。いつまでもこの景色を眺めていたいところですが、そろそろお腹も空いてきた頃、北海道在住の視聴者さんにおすすめしていただき、
やってきたのは回転寿司チョイス。回転寿司チョイスは北海道を中心に展開する人気の回転寿司チェーン店。北海道近郊で水揚げされた新鮮な魚介をはじめ、旬のネタを手頃な価格で楽しめることで地元の方々にも親しまれています。ネタが大きくて美味しそう。サーモンにイカ、北海道産のつぶ貝を注文しました。イクラもプリップリ、口に入れると弾けます。キッズコーナーもあってわたあめが無料で楽しめました。北海道に来て5日目、ようやく青空が広がりました。この日は旭川市にある RV パークジョニーベースで車中泊をしました。道の駅は基本休憩する場所で、椅子などを広げてのキャンプ行為は NG。夜中のトイレも子供たちだけで行かすのは心配で付き添ったり、不便が多いんですよね。RV パークは私有地なので夜も安心だし、洗い場があるのも助かります。北海道だったら1泊3000円ぐらい。なので RV パークが予約できそうな日はなるべく RV パークに泊まるという感じでした。毎朝寝袋を畳むところから始まります。我が家の寝床はこんな感じ。上は私と子供4人が寝ています。ベッドの下はマットを引いて子供が2人縦に寝ています。夜は真っ暗になるのでライトを吊るして明かりをとっています。光が入らないようにカーテンもつけました。このベッド片付けるのはすごく重いし、めちゃくちゃ大変なんですよね。なので子供たちにも手伝ってもらいます。毎日これをやっていると子供たちも要領を覚え、テキパキ動いてくれるようになりました。長男は一番の戦力です。こっちから外してよ。外れてんじゃないの？外れてるか。硬い。あげてこれ。はい。よし、ありがとう。長女はその間末っ子の世話係です。車の中はこんな感じ。一番後ろの席は上げちゃっていますが10人乗りです。座席の隙間にはベッドマットを置いています。ベッドを片付けたら朝ごはん。11ヶ月の末っ子のご飯はレトルトパックやお湯で溶かすだけのおかゆを使っています。普段離乳食は手作りが多いですが、旅行中はレトルトに助けられました。ミルクも飲むので家から電気ポットを持ってきました。車に積んでいるバッテリーでお湯を沸かしています。火を使わないので車の中でも安心です。フェリーの中などはこのミルク缶を使いました。ちょっと値段は高いんですが便利です。上の子たちの頃にはなかったので育児グッズもすごく進化してますね。哺乳瓶はなかなかきれいに洗えないこともあるので耐熱のポイリ袋、アイラップに入れて作っていました。ミニサイズが哺乳瓶にはぴったりです。末っ子はもうすぐ1歳なのでこんな感じですが、月齢の低い子にはあまりおすすめしないかもです。道の駅には調乳室もあっ
って哺乳瓶を洗わせてもらったり、お湯をもらったりもしました。子供との旅行なので予定は詰め込みすぎず、RV パークで過ごした朝はゆっくりのスタートです。綺麗だね。朝ごはんの片付けが終わったら出発です。この日は旭川市から少し南へ移動し、美しい景色が広がる美瑛町に向かいます。まず訪れたのは美瑛の美しい丘の風景を楽しめるパッチワークの道。まるでパッチワークのように畑が広がる人気のドライブコースです。次にやってきたのは美瑛製菓。美瑛は農業が盛んな町で、ここでは美瑛の美味しい農産物や加工品が販売されています。お土産に金時豆や小豆、焼きとうきびなどを買ってみました。ママにあげます。バッグだ。美瑛産の原材料で作られたラスクは最高に美味しかったです。続いてやってきたのは色彩の丘。色とりどりの花々が咲き誇る美瑛を代表する人気の観光スポットです。広い園内をノロッコ号に乗って回ります。これアリさんたちの。この園内を子供と歩くのは大変だなと思っていたので、これは最高でした。6月、時期的には満開とはいかなかったんですが、綺麗に咲いているところもありました。お昼ご飯は園内にある麦祭の丘に来ました。美瑛町産の小麦、北穂波 100% を使用したうどんが味わえます。しっかりとしたコシとツルツルの食感、最高に美味しかったです。続いてやってきたのは神秘的な青色が美しい青い池。天気のいい日に合わせてきたので、その美しさを存分に楽しむことができました。綺麗だね。近くにある白ひげの滝も。美瑛町は美しいところばっかりです。ちょっと楽しい場所を発見しちゃいました。ここは道の駅美瑛白金ビル家。豊かな自然に囲まれた静かな道の駅です。ここで一泊させてもらうことにしました。6月の北海道は寒い夜はダウンを着て、暑い昼間は半袖。気温差がなかなか激しいです。朝ごはんは美瑛町で買ったあんジャムをたっぷり塗ったあん食パンにします。北海道でおなじみの製パン会社、ロバパンの食パンです。昔ロバに貨車を引かせてパンを売り歩いていた移動販売のパン屋さんがロバパンの由来だそうです。めちゃめちゃもちもちしている。ああ、パンもちもちしてる？うん。あんこはどう？俺も食べたかった。バナナ乗せるって。バナナのせんの？そしたら足元入れといて。足元に入れといて。ベッドの片付けも子供たちが率先してやってくれるようになってきました。この日は美瑛町より少し南に移動して富良野市を楽しみます。富良野メロンが食べられる富田メロンハウスにやってきました。
富良野メロンは果肉が柔らかくてジューシーでとろけるような食感が魅力。メロン売ってんだけど、メロンいっぱい売ってるよ。メロン専門店。3200円。メロンパンがいい。あ、これ見て。半分に切ったメロンの上にソフトクリーム。贅沢にいただきます。今まで食べたメロンで一番美味しかったかも。子供たちも最初はあんまり乗り気ではなかったんですが、メロンの美味しさにみんな夢中です。あっという間になくなっちゃうね。もうあっという間に空っぽだよ。美味しい。これ一人二。息子が最後まで綺麗に食べてくれました。ここまで綺麗に食べたらメロンも喜んでいるはず。今日はグルメの旅。北海道の視聴者さんにおすすめしていただき、富良野のたい焼き屋浜太郎にやってきました。美味しい。こちらの名物は甘いたい焼き生地の中にハムとマヨネーズが入ったハムタイ。うん、美味しいね。ハムチーズのたい焼きなんて初めて食べる。続いてやってきたのは富良野チーズ工房。ここではチーズ作りの工程を見学できるほか、出来たてのチーズや乳製品を味わうこともできます。すごいね。チーズがいっぱいある。これ熱いのかこれな。はいいね。牛乳出てくるかな。出てこない。富良野チーズ工房で作ったチーズを使った焼きたてピザも味わえます。チーズがとろり、焼きたてピザは最高でした。楽しかった北海道旅もそろそろ終盤。明日のフェリーに備えて午後は2時間ほどかけて千歳まで移動しました。お風呂上がりにコインランドリーで洗濯です。コインランドリーって普段あんまり使わないんですが、乾燥より洗濯が結構高いんですね。全部で2000円もかかりました。北海道の最後の夜は RV パーク旅する車千歳空港ベースに泊まります。すぐ横を飛ぶ飛行機に子供たちは大興奮。スーパーで晩ご飯を買ってきました。お刺身の盛り合わせ、北海道の唐揚げザンギ、味付きのジンギスカン。北海道のスーパーにはジンギスカンが売っていて、こうやって作るのももう何度目かです。完全にハマってしまいました。ジンギスカンに火が通ったらもやしを加えて炒めます。最後は誰？ライトアップされた千歳空港も最高に綺麗でした。綺麗だね。楽しかった北海道車中泊の旅もこの日が最終日。終わった。線香花火は風で終わりました。夜の18時45分の苫小牧港からのフェリーに乗るので、入り過ぎまではゆっくりと千歳で過ごそうと思います。朝ごはんしよっか。今日何朝ごはん？ウインナーを買ってきたけど、富良野ウインナー。
昨日のスーパーで富良野のソーセージを買ってきました。旅行ってお土産売り場もいいですが、地元のスーパーを巡るのも楽しいですよね。生鮮食品は持って帰られないのが残念ですが、美味しそうなものたくさんお土産に買いました。おにぎりちゃん焼けた？美味しそう。おにぎり。ちっちゃいのになるよ、誰かが。じゃあ俺これ。あ、いいのね。食べていい？食べていい？あ、また飛行機来た。5分おきぐらいで飛行機が真横を飛んでいます。どう？みんな。うまい。普通と違う。普通と違う。富良野ソーセージは子どもたちにも大好評でした。大家族の我が家が北海道でホテルに泊まると1泊で5万円から10万円ほど。車中泊は旅費を抑えながら自由に移動できてよかったです。車の中でみんなで寝たことは子どもたちにとって忘れられない思い出になったのではないかなと思います。車中泊をしていると毎日の食事や買い物、末っ子のおむつ、どうしてもゴミが出てしまいます。RV パークで処分させてもらえるのは本当にありがたいです。RV パークを出て最後に向かうのは鮭のふるさと千歳水族館。北海道を代表する魚、鮭について楽しく学べる水族館です。旅の最後まで思いっきり遊び尽くしてきます。点々があるやつ。点々があるやつが銀鮭？これ。あ、これが銀鮭か。だと思う。まだ可愛いサイズだね。手でお魚に触れられるコーナーもありますよ。すごいね。千歳川の中が見えるよ。いっぱい泳いでる。お昼ご飯は千歳水族館の横、道の駅サーモンパーク千歳にやってきました。地元で採れた野菜や特産品が並び、お土産探しにもぴったりです。レストランでは鮭を使った北海道ならではのグルメを味わうことができます。イクラがプリップリ、サーモンハラスイクラ親子丼。マグロの赤身丼にサーモンとイクラ丼。せっかく鮭の水族館に来たので、私もサーモンとイクラの親子丼をいただくことにしました。この北海道の旅が美味しいものをたくさん食べられて大満足でした。フェリーの出港までまだ少し時間があるので、公園で遊びながらのんびり過ごします。楽しかった北海道の旅ももう終わり。北海道バイバイだね。苫小牧港から大洗港まで約19時間かけて戻ります。美しい景色との出会い、たくさんの体験、そして北海道ならではの美味しい食べ物。この旅でしか味わえない思い出がたくさんできました。子供たちと北海道に行ってみたいけど、子供は小さいしお金はかかるし絶対無理って思ってたんですよね。ここ数年 YouTube を始めて自分のお料理サロンも立ち上げて、子供が小さいから、子供が多いから無理なんて言い訳でしかないんだなって、やろうと思えば何でもできるよねって気がついたんです。
主人が仕事で来れなくなって母1人子供6人の車中泊になったけれど、やめるという決断はなくて、決めたらやる。今回子供たちと北海道に来れて本当に良かったです。では動かないで下に置きます。で、向こうを向けて力抜いて横に向って上できてるよ。素晴らしい。泊まる場所も決めずに行きたいところに行って自由に旅を楽しむってこんなに楽しいんだなと気がつきました。次はどこに行こうかなと次への旅を考えるとワクワクします。さて最後に今回の旅費がいくらかかったのか発表します。一体旅費がいくらかかったのか気になっている方も多いはず。8泊9日、母1人、子供6人の北海道車中泊の旅。フェリーで行き帰り2泊、北海道で6泊しました。フェリー代往復14万4930円。ガソリン代、駐車場代、高速代など車にかかったお金2万2611円。RV パークでの宿泊費9600円。外食費9万2074円。スーパーやコンビニで買った食材費2万220円。コインランドリーでの洗濯代3000円。銭湯でのお風呂代5450円。施設入場料などのレジャー費1万3010円。お土産代1万5151円。合計で32万6046円でした。どうでしょうか。32万円と聞くとかなりかかっている感じもしますが、自家用車での車中泊だったのでかなり安く抑えられたのではないかなと思います。フェリーは車を預けるのに片道4万ほどかかったんですが、大洗苫小牧間で運転手は1790円、子供は7870円と運賃は安かったです。ホテルに宿泊してレンタカーをレンタル、飛行機で移動していたら9日間で100万は超えていた気がします。今回お金がかかったのが外食費9万2074円、スーパーでの食材費2万220円、合わせて11万2294円。朝ごはんはおにぎりを作ったり、車内で簡単に済ませたりと、節約できるところは節約しましたが、せっかく北海道に来たので、海の幸やご当地グルメは思い切り楽しみました。そのおかげで美味しいものをたくさん食べて家族みんな大満足の旅になりました。雄大な景色に美しい自然、美味しい食べ物、そしてたくさんの思い出。本当に魅力的な場所で、また子供たちと北海道で車中泊の旅がしたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ皆さんのおすすめの北海道のスポットもコメントで教えていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ひらり家のご飯公式 LINE からパラパラチャーハンの作り方など無料動画を3本プレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてね。また次の動画でお会いしましょう。